今回は消しゴムフィギュア塗装です。題材は金消しです。タッグチームの2体を水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りしていきます。4次元殺法コンビです。ペンタゴンとブラックホールの色分けペイントです。今回は2008年リリースの金消し復刻版のミニブックを出してきました。塗装する造形のペンタゴンとブラックホールを含め、かつてのレギュラーサイズ金消しが夢の超人タッグ編になぞらえて、各タッグごとに2体ずつカプセルに入っていた設定の復刻シリーズでした。今回塗装の消しゴムです。ペンタゴンは赤、ブラックホールはペールオレンジの造形でした。金消しはレギュラーサイズ当時物であるがゆえ、経年の汚れや劣化はさすがにありましたが、なんとか自立できる保管状態ではありました。40年以上前のフィギュアですが、手足がうまくディフォルメされたなかなかの造形です。塗装前のコンビをフロントビューからリアビューです。ここから塗装前下処理です。消しゴムフィギュアの塗装前下準備は、煮沸して熱を加え、表面のホコリや油分を落とし、素体を自立できるように成形します。ベンジンに漬け込んで可塑剤、つまり塩ビを柔らかくする薬剤を抜き出します。ミスタースーパークリア艶消しスプレーを塗布して、下地としてマットな塗膜を作っておきます。台座が塗料の飛び散りで汚れてきたので上塗りし直しました。ウォーハンマーカラーのテクニカル、沼地表現に使う特殊塗料、スターランドバトルマイヤーを使用しました。粒子を含んだ特別配合の塗料です。色分け工程をダイジェストで見ていきます。まずはペンタゴンからです。下地塗装です。モデルカラーのホワイトグレーです。赤の素体の消しゴムフィギュアだったので、ここはしっかり塗りました。そしてペンタゴンに限っては、白がボディカラーになるので、この塗料を引き続き使っていきます。モデルカラーは特にフィギュアやミニチュア、プラモデルなどの筆塗りに適していて、発色の良さと細かな色のラインナップが特徴です。筆塗りに適した滑らかな塗膜、非常に豊富なカラーバリエーション、隠蔽力の高い色から透明感のある色まで幅広い、水で希釈、筆洗いができる。乾燥後は比較的丈夫な塗膜になります。細かな部分の塗装や重ね塗りにも向いています。ホワイトグレーは真っ白よりも少しグレーがかった落ち着いた明るいグレー系の色です。真っ白より隠蔽感が落ち着いています。白ほど明るすぎないので、下地色としても使いやすい。白、ライトグレー系のパーツの塗装にも向いています。ブラックやダークグレーよりも柔らかい印象に仕上がり、上から明るい色を重ねる際のベースカラーとして便利です。ウォーハンマーカラーのテクニカル、溶剤塗料のダーミアンメディウムを使って薄めながらムラにならないように塗装を重ねました。塗料を薄めながら色の濃さをできるだけ保つための透明なメディウムです。水で薄めるよりも塗料の色の成分を維持しやすいです。筆塗りで塗料の粘度を調整したいときに便利。ペンタゴンは白いボディに翼を持つ超人で、額の五芒星がトレードマーク。特徴的な能力が時間を止めるストップ・ザ・タイム。ブラックホールとの連携によって通常の超人レスリングでは考えられない変則的な攻撃を繰り出します。ゲームカラーのゴールドイエローを使用しました。フェイスのスターマーク、肩の翼に一部。鮮やかな黄色みの強いゴールド系イエローで明るく華やかな印象を作りやすい色です。発色が良く、キャラクター模型の装飾や差し色に向いています。赤やオレンジとの相性が良くて、暖色系のグラデーションにも使いやすいです。そしてモデルカラーのホワイトグレーを三度です。この重ね塗りでほぼほぼ白はしっかり色塗りしました。ここからはブラックホールを見ていきます。下地塗装はペンタゴンと同じくモデルカラーのホワイトグレーです。赤の素体に白で色塗りしていったペンタゴンとは逆に、ペールオレンジの素体に黒、赤のペイントになるので、色塗り良くするための最低限の下地作りという感じで大丈夫でした。ボディのメインカラーである黒です。ゲームカラーのブラックを使いました。はっきりとした黒色で、模型の筆塗りでは非常に使用頻度の高い基本カラーです。深みのあるスタンダードなブラック、
発色が良く、細かな部分の塗装にも使いやすい。関節、武器、装甲、墨入れ的な表現など幅広く活用できます。鎧の一部や武器などの黒いパーツだけではなく、明るいカラーを引き締める差し色としても活躍しています。ブラックホールは全身を黒いボディで覆った超人で、顔の部分に大きな穴が開いているのが特徴。自身の体内を4次元空間につなげる能力を持っていて、相手を吸い込んだり空間を利用した奇襲を仕掛けたりしてきます。モデルカラーのホワイトグレーを再び、パンツのバンド部分、頭部の装飾に使っています。消しゴムフィギュアを筆塗りで仕上げるなら、パレホは万能カラーとして非常に使いやすい塗料と言えます。実際に筆ムラも目立ちにくく、発色を安定させやすいので、ミニチュアフィギュア塗装との相性は良好です。ここでもう一つのメインカラーである赤です。ゲームカラーのブラッディレッドです。鮮やかで深みのある赤色で、キャラクター模型の赤い装甲や衣装、武器などの塗装に使いやすいカラーです。鮮やかさのある濃い赤色、明るすぎずしっかりと存在感のある赤、力強いコントラストを作れます。筆塗りで重ねることで発色を調整しやすい。胸の BH の書き入れ、フェイス、パンツ、グローブ、ブーツに使っています。ブラックホールとペンタゴンの2人、いとこ同士でもある超人コンビで、ブラックホールの4次元空間とペンタゴンの時間・空間を操る能力を組み合わせたトリッキーな戦い方が特徴です。最大の魅力は空間と時間を利用した予測不能なコンビネーションです。ブラックホールが相手を4次元空間に引き込み、ペンタゴンが時間操作で戦況を変えるなど、2人の能力が噛み合った独特のファイトスタイルが印象的です。使用した筆は模型塗装用の面相筆1本です。塗装に要した時間は2体合わせて60分程度でした。ベルトのバックル部分に黄色、ゲームカラーのゴールドイエローを使用しました。そしてゲームカラーブラックを再び、はみ出し箇所の補修や塗りの甘かったところに使いました。塗料は水性アクリルのパレホをメインに、ウォーハンマーカラーをフォローで使用しました。塗装後はボデーペンクリア。本来車用のトップコートですが、消しゴムフィギュアのフィニッシュには相性が良いので、薄くさっとかけています。色塗り後のレビューです。まずはペンタゴンです。もともと赤の素体のフィギュアだったのがわからないくらい、しっかり白でペイントされました。そして相棒のブラックホールです。こちらは黒、赤を基調としたおなじみのカラーリング。今回のペイントはイメージは原作カラーです。フロントビューからリアビューです。ということで今回は消しゴムフィギュア塗装、題材は金消し、当時物レギュラーサイズの4次元殺法コンビ、ペンタゴンとブラックホールをフリーハンド筆塗り塗装をしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。